今日の話はですね、絵が上手くなることと売れることっていうのは同時には無理ですっていう話ですね。どっちか片方なんですよね。一度に何かを解決しようってことはね、大体うまくいかないですね。もうどっちか片方、むしろ一つずつ解決するしかないんですよね。まず上手くなるっていうステップがあって、でそれで次にじゃあ絵を売ろうかっていうステップになってるわけですよね。面白いことに相互作用なんですよ。売れるとやる気が出ていっぱい描くようになるんですよ。やりがいを感じられるじゃないですか。やっぱり数万円になるっていうだけですね、月にね。これはもしやただの趣味じゃなくてね、すごく良い副業なんじゃないかっていうところまでいくと、今度ね、やる気をですねもらえるんですよ。いや、お金がもらえるのはすごい大きいことです。やっぱりそれでさ、タブレットが買えるとか、ちょっとしたね物が買えるってやっぱすごいでかいし、生活に余裕も出ますよねっていうようなね、目に見えたメリットもあるし、普通にやりがいがやっぱ持てますよね。だからもっと書くようになるんですよ。そうすると上手くなるでしょ。そうするとまた売れるようになるんですよっていうですね、プラスの好循環に入れたらすごくいいんですよね。なんだけれど、人はこれをですね、同時にやろうとするんですね。で、大体ですね、人の悩みって超シンプルなんですよ。解決可能なことと解決不能なことを混ぜて同時に解決しようとする。将来絵でマネタイズしたいんですけど、上手くなりたいんですけど、昔絵が下手だって家族とか友達に言われたんですけど、私不健康なんですけど、今まで何やってもうまくいかなかったんですけど、どうしたらいいですかみたいなね。あと年齢も結構ですけど、言ってますけど、どうしたらいいですか。ちょっと待って、今いくつかの、ファクターですね、要素を混ぜて、無理同時に解決無理。こういうふうにですね、本人は結構真面目にね、多分悩みをね打ち明けてくれてると思うんですけど、まず解決可能なことと不能なことがあります。まず過去の思い出は今の僕、あなた、ね、皆さん次第で、どうにでもね割と改ざんできるんですよ。昔いじめられた、だから今卑屈になった。昔いじめられた、だからそいつらを見返そうとして頑張ってる。これ何とでも言えるんで、過去って、いくらでも改ざんが可能です。過去って何とでも言える。じゃあ年齢は若くなりません、はっきり言って。はい。ですが、今僕散歩してるみたいに運動したりとか、筋トレしたりとか、生年月日は変えられないけど見た目は多少は改善できます。はい。じゃあ画力はって言ったらですね、練習すれば上手くなる。じゃあ売れるためにはですね、自分がどんだけ好きでもダメで、ニーズに合ったことしなきゃ、ダメなんですよ。世の中で売れてるもの作んないと売れないんですよ。その人その人で向き不向きがある。うまいからって売れるわけじゃないんですよ。別にある程度の画力がついて、なおかつニーズがあるところにその画力を活用しないと基本的に売れないんですよってね。だから全部イコールじゃないんですよね。上手くなったからって売れるわけじゃない。上手い人順で売れてるわけでもないんですよ。だからニーズのあるところで売れてるので、じゃあ自分の画力を何に転化っていうのかな、マネタイズしようかなって思った時は違うだろうし、まして今の話を戻ってそもそも上手くなる必要も売る必要もない。自分は絵を楽しく描ければいいんだっていうスタンスでも全然いいんです。もう楽しく描けることを最大目標にして、別にそういうにですね、人になんか絵売るとかね、人に評価もらうとかめんどくさいよっていうような距離感で付き合う、全然いいです。もう趣味ですもんそれね。その中で自己満足の中でちょっとでもうまく描けたら楽しいのに全然いいと思います。ってな感じで、その人その人で、関わり合いは全然違うので、それはいいと思うんですよね。ただいっぺんに何かを解決するのは無理なんですよね。なので、難しいんですけど、やっぱり優先順位をはっきりさせることが結構一番大事じゃないかなと思います。優先順位っていうのは、まずは例えば絵を描くのがね好きになるってことが結構重要じゃないですかね。じゃないといっぱいたくさん絵描かないし、そうしないとうまくもなんないし、そうしないとですね、やっぱり最低限とは言ってもですね、ある程度のクオリティが担保されてないと皆さん商品として買わないと思うんですよね。っていうような、ステップがあると思うんですよ。なんで
いきなりはですね無理なので、どこかで一つその好循環を作った方がいいんじゃないかなと思います。その好循環っていうのは、まず自分のレベルにあって、そんな難しい絵を描かないとかね、難しいテーマを扱わないとか、自分ができそうなものを確実に着実に習得していくと、気づいたらなんか自分のそのなりたいものになんかねこう通過してるんですよ、気がついたら。でそれになりたいなって思ってる時はなんかそれがすごい羨望の眼差しで、なんかすごいものなんじゃないかって思ってるじゃないですか。そう思ってる時はそれになんなくて、むしろそれらしいものになった時って気づいたらなんかそれを割ともうどうでもいいものぐらいに感じてたりするんですよ。逆に言うとそれをどうでもいいと思えるぐらいになってないと、多分それにすらなってない可能性があるんですよね。